こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は視聴者様から最近立て続けにお問い合わせをいただいたメルセデス・ベンツで給油口が開かないというトラブルについてお話をさせていただこうと思います。スタンドで給油フラップが開かない、または急な雨でスライディングサンルーフが閉まらないなんて、ちょっと考えただけでもプルプルしちゃいますよね。でもそんな時でもメルセデスオーナーは慌ててはいけません。たとえ装備したものが万が一故障した際にも、それが著しく走行に支障をきたす恐れがあるものには必ずバックアップが装備されているのがメルセデス・ベンツです。今回はネオクラシックの W124 の場合を例にとりますが、比較的新しいモデルでも同様の機構は備えていますので、イメージとして参考にしていただければ幸いです。それではメルセデス・ベンツのバックアップスタートです。まずは給油口、この給油フラップが開かないというトラブルですが、この W124 などの世代ですとバキュームポンプによる負圧を利用してフラップのロック・アンロックを行います。集中ドアロック、いわゆるセントラルロックも同様ですね。そしてロックが外れない主な原因としましては、バキュームポンプの故障や性能劣化、そしてエア漏れなどが考えられますが、圧力計などのテスターも必要ですので、ディーラーやワークショップなどで修理することをお勧めします。それでは本題の燃料給油フラップが開かないトラブルの緊急措置を解説します。まずはトランクの右側、ちょうど給油口の裏あたりの内張りを剥がします。ここに1箇所クリップで留まっているだけなんですが、これが二重構造になっていまして、真ん中を抜いて外側を抜くという順番ですね。わかりやすいように真ん中を少し上げてみました。これがクリップです。あとはトランクのヒンジとテールランプ付近の隙間に手を入れて剥がします。壊れそうな感じですけど、これは割れるような素材ではないと思うので、グイッとやっちゃって大丈夫だと思います。ちょっと硬いですけど、思いっきりやっちゃってください。こんな感じです。内張りをめくって見えてきた赤いスイッチのようなものが給油フラップの M&JC リリースです。このプルスイッチを引っ張れば給油口は開きます。ちなみに1つ前の E212 ですと、今は2つ前でしたね。同じようにトランク右側のサイドトリップの中にあるのですが、M&JC キットの入っている蓋を開くと、その奥にリリースがありますので、ものすごく簡単です。続いてサンルーフが閉まらない場合のトラブル対処法を解説しますね。これは給油口の反対側、つまりトランクの左側にあります。同じように内張りをめくって出てきたこのボルトの頭を右に回しますと閉まります。おそらく形状からして専用の SST 専用工具があると思うのですが、私は持ち合わせていませんので、以前トラブルになった時はペンチで回して急場をしのぎました。ちなみに最近のモデルのようにトランクに M&JC のボルトがない場合は、前席中央の天井についているコントロールユニット、サンルーフを開閉するスイッチとかルームライトなどが一緒になっているパネルですね。そのカバーを外せば六角レンチの差し込み口があると思います。事前に取扱説明書などを読まれて
適用サイズの六角レンジを準備しておくことをおすすめします。はい、いかがでしたでしょうか。以上でメルセデス・ベンツのバックアップを終わらせていただきます。この動画が参考になったと思われた方、グッドボタンポチッと押していただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録がまだの方、よろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしておりますので、いっぱい書いてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。